平気で、ね、だからでもそれあんまりやるとやっぱし怪我が結構あるし、大岩先生からもちょっと言われちゃったから、で要するに顔面攻撃は止めろと。それで色帯あれグリーンだったかな、グリーンの茶とか、それに対しての顔面攻撃は別に普通にやってもいいっていう、そういうような雰囲気だったような気がする。上の方に関しては別に問題なく当ててたっていうことですね。でも顔面避けられなかったら喧嘩強くなるんだよね。今ちょうどその話だったんですから、100人組で、大山茂師範なんかは自分が一番最初に100人組手を、やって完成した人間だっていうふうに言われたんですけども、それ先生が言うには藤平さんが多分生徒としては一番最初だろうみたいなことを、そうだね、僕自身はそれまではその先生や岡田先生っていうのは常に元立ちで、朝から晩まで組手やってたから、一日を通しても100人近く毎日相手してた、あるいはもうそれ以上にやってるけど、ただその生徒として、それだけの人数をこなしてたのは藤平だろうっていうふうに先生が言われた、多分藤平が一番じゃない、でその茂師範に関しては当時の私の記録だと有段者は先生が指導してて、茂師範は色帯を指導してたっていうふうに記録が残ってるんですね。色帯って茶帯とグリーン帯か、その下の人間しかしてないんで、その人間たちを相手に100人組手をやってもダメだろうっていうことを先生が言われてたんですね。そうね、やっぱり100人組手をっていうのはやっぱり黒帯を相手に、でまたその先生が言われてたのは、その100人組手っていうのは耐久力とか忍耐力をつけるものであって、技の技術向上には全く当てはまらないと、技の向上のために相手を倒さなくちゃいけないから、100人やる前に大体終わってしまったっていう、だからその当時の自分の、感覚ではやっぱり100人もし戦うんだったら一人一人ダウンさせて初めて、自分と同じの100人組手やって、ただ2分やって、次っていうのは100人組手に僕は入らないというふうに思ったけど、大山茂君や中村忠は、そういう形を、確かにやってたのちょっと見たことはあるな。だけどそれをいちいちね、なんだそれはもう100人組手の組手には入らないなんて、それはね、言う必要もないだろうしね、一人一人の技を自分で研究するっていうのが武道だと僕は思ってたから。大きくなるにつれていろんなことがね、あって力のない人間でもその極真の技をやってる道場に入ると、それなりのはったりも効くだろうしね、現実にそういうことは現実にはあったからね。おいしい大悟や、あとはなんだか忘れちゃったけど、そう大して力がないのになんかはったりめいたことあって、私の記録の中にその、長谷川和之さんの方からビデオが送られてきて、その中でやたらと実践を歌ってるから、先生が電話で「お前実践やったことあったのか?」っていうふうにお聞きしたら、向こうは「私たちにとっては試合が実践なんです」みたいな。他流その道場破りが他流やってた人間が入門してきたから、それで組手をやったとか、そんな感じで先生おっしゃってましたけど、そうだね、現実に。実際その空手バカ時代世代ですと、大山道場には日常茶飯事的に、道場破りが来てて、その人たちを打ちのめしてたっていう話ですけども、実際にはそんなに来てなかったわけですよね。で仮に来たとしても、初期の頃で相手されてたのは安田先生あるいは渡辺先生が相手しただけで、それ以降の人たちっていうのは全然全然っていうんじゃないけど、ぽつりぽつりたまには来てはいたけど相手はしてなかったっていう感じですね、その他の後輩たちは。そうもう道場破りっていうのは分かるから、もうそれはもう生徒に、
当たらせないで我々の中で処理しないと万が一で、怪我して伸ばされたりなんかしたら、もうそれで道場破りの人間は大山道場で行ってあと先生がおっしゃってたのが大山道場時代にはオンボロのスタジオでやってたから、道場破りとか来るけども極真会館になってからは、もう来るわけがないと。もう何階建てにもなってて常時何百人も生徒がいるんだから死にに来るようなもんだから誰も来たことはないと。ないそれなかったね。それないのに、俺がふらっと顔出した時にあいつ誰だっけな、長谷川なんか俺にジャンプつけてきたんで、そしたら確かそういうのだったかな。びっくりしてすっ飛んできて「お前なんというなんか後でやつはなんかびっくりした。初代師範代っていう渡辺大したなるものはあんなに痩そうとタコがないしみんな手見るんだな、タコはないし、もう全くその目にもなんていうのその黒崎先輩のような動物的な迫力とか威力とかってない。最初の方の記録にもその外人さんなんかが来ると大山先生が師範代に挨拶をしなさいとかっていうと大体みんな茂師範とか体の大きい人の人がいて茂師範が「俺じゃないよ」って言って妹さんが何かをさして「彼女が師範代だよ」みたいなこと言って結構ねそういうことはあったね。それでただ結構妹さんも藤平さんですか加藤さんを金敵で KO してたっていうふうに書いてありましたけど、男と一緒にやってたからね妹はね強かったよね。黒帯だよテレビにも出られたんですよね。そうそうテレビ。本当に当時はすごかったな。どんどんと時代が時代だったのかも